皆さんの心のどこかにある、どうにか何も見ずに書けやしない子というですね、甘いささやきが、あるかと思いますが、とっとと諦めてくださいっていうところから話をしたいかなと思ってます。大体ですね、この見ないで書けるようになりたいんですけどっていう質問するほとんどの人がうまくなりません。すいません、残念でしたそういう人間はね、ほんとね、面白いぐらい上手くならないです。なんかそういう切り捨てるような言い方をすると失礼なんですけど、大体そういう質問をする人上手くならないです。あとね、お手軽に上手くなるコツはみたいな感じのする人も大体上手くないし、上手くならないですね。これなんでかっていうと、ちゃんと理由があるの。精神論じゃないんですよ。根性論じゃないんですよ。そもそも、最初の新入閣考え方のスタートラインが間違ってるんですよ。ね。大体こういう質問する人はですね、その根底にあるのは何かっていうと、上手い人って何も見ないでさらさら書いてて、なんかいい感じだよね。なんかあれってやっぱ才能なのかな、センスなのかな、なんか羨ましいなってね。あんな風になりたいって。わかるよ、それは。だけど、知らんのですよ。その人たちが何をしてそれになったかっていうのを。もうひたすら資料を見るどころか、もう下敷きにしたりとか、ありとあらゆる上手くなるための手段、可能なこと全てやって今なんですね。その場で即興で書くみたいなことありますよね。正直あれね、その人たちからしたらですね、多分本人比で5割ぐらいの力しか出てないと思います。だけどみんなからしたら凄まじくうまいと思うでしょ。でもあれね、プロから見たらね、50% の力で書いてるんですよ。いや、50% の力しか出せないで書いてるんですよ。ファンサービスの一種としてやってるんですよ。全然本気じゃないんですよ。そんな感じで、まずね、見ないで書こうって思ってる時点で上手くならないっていう話なんですけど、上手い人がどんだけ何をしてどうやってるかは多分知らないんだと思うんですね。で、知らないってことは、スペシャルで、天才で、僕とは違う人間なんだから、でもう思ってる時点でもうその人ね、そうならないんですね。だってそうでしょ。だってその間が見えてないんだもん。その途中のね、成長過程も含めて。まあ僕がね、メイキングがもうめちゃくちゃ大好きなんですよ。で、そうすると、どうやって作ってるかもわかるし、またそういう人のインタビューもめちゃくちゃ好きなんですよ。学生時代どうだったのかとか、例えば宮崎さんだったら、井の頭公園で高校生の時にひたすら公園でベンチに座ってというか、その歩いてる人とかね、そこにいる公園にいる人をね、ひたすら描いてたらしいですよ。そういうエピソードがあったりとか、なんか漫画はずっと描いてたらしいんですけど、手塚治虫の絵にやっぱり似てるというか脱却できないとね。皆さん、宮崎駿と手塚治虫ってそんなつながるように見えますか？実はつながってたっていうね。そうやってつながってたっていうか、普通に好きで模写してたんでしょうね。全部手塚治虫の絵じゃないかってんで嫌になってそれを燃やしたとか、母を訪ねて3000里、やハイジなどはですね、全カット全部レイアウトをね、高畑監督のもとやるとか、そういうのを知らずにですね、例えば宮崎さんがですね、見ながら描いてたんじゃビデオなんか使うなみたいな発言があるんですよ。千と千尋のね、メイキング映像で言ってんですよ。どう思いますかね。それを知らずに、その宮崎さんの言葉だけをね、聞いて、やっぱ見て書いちゃダメなんだってね、思って書いちゃいませんか？でもね、宮崎さん、あなた散々やりましたよね、過去にそういうのは言葉半分にしなきゃダメなんですよ。わかります？なるほどねと。それが最終的な理想ではあるのはわかるが、その前にとんでもない量のね、積み重ね、模写にしても今言ったように見ながら書くっていうことを散々繰り返した人間が到達できる、部分なんですよ。見ないで書くっていうのが。見ないで書くっていうのは何かっていうと、もはやどんな時にどんなことをしているかっていう人間の形、がですね、もはやもうパッと書けるんですよ。現実のものよりうまく書けるようになった時に、あなたは見ないで書いていいってこと。ちょっと話戻ると、自分の好きなクリエイターがどんな感じでどんな風にうまくなってたかっていうのをマニアックに知ってたら、とても見ないで書こうなんて発想になるはずがないっていうことなんですよ。いろんな試行錯誤ですよを繰り返した結果、自分はこういうスタイルがいいな、悪いな、今のところこれ暫定的に自分はこれがいいなみたいなやり方がですね、自分のレベルによって皆さんね、どんどん変わるんですよ。アニメのね、模写をベースにした時も僕ありましたし、である時は全カット自撮りしてみるということもありました。常にね、試行錯誤と実験の繰り返しなんですねっていうのは。そんなね、見ないでやっぱ書く方法を教えてくださいというやつはですね、入り口に立ってないんですよね
そのね試合のね土俵に立ってないの。そんなことを聞いてる時点でうまくならんっていうのはそういうことなんですよ。もうまだね臨場感ないんです。だからまあ初心者としてありがちな質問としてはいいと思います。初心者っていうのはですね、何を言っても許される時間なんです。だから中級者にもなってある程度書いてるにもかかわらずうまくならない人とかはおそらく何も見ないでも俺は書けるんだっていう幻想にとらわれて、やっぱり自分の作家性や個性や自分のやっぱりこう才能がないからこれはうまく書けないんだみたいなことで言い始めるんですね。シンプルにインストールしてないだけ、分かってないだけ、見てないだけなんです。もう書けない理由っていうのは。だから書き方分かんなかったら書けるようになるわけないじゃん。そのものがどうなってるか分かんないのに、じゃあどうやって書くのって。結局上手い人ってその分だけ考えてるし、自分より考えてますよ。例えば本田武史さんとかねもうトップオブトップですよね。君たちはどう生きるかのエヴァンゲリオンとかね、ずっとやってた方ですよ。そういう人がエヴァンゲリオンをですねちゃんとですね模型かなんかかな見ながら書いてました。やっぱ常にその頭部だけのなんかね模型があって、それを見ながら書いてましたね。一番上手い人がそれやってんですよ。なんであなたはやらないっていうね。一番上手い人が見ながら書いてんのに、一番上手くないあなたが何も見ないで書けるようになるかななんてことを1ミリでも考えるんですかって。だって根本の部分から間違ってるからです。超暗記法みたいな、君を起きた時には天才になってるみたいな、そんなものに頼ろうとしてる時点で人生ねダメでしょうね。そもそも上手くならないんです。そういう考えの人って。一番早く上手くなる方法はね、着実に今日書けるものを増やすことです。何も見ないで書こうなんてことをまず最初諦めるんです。無理って試行錯誤しながら、昨日よりうまく書けるようになって、そしてさっきよりもうまく書けるようになって、自分のこうなんだろう合点がいくというか、この形が気持ちいいよねっていうのをいろんなあらゆる手段を用いながら、可能なことをやりながら自分の理想に近い気持ちのいい線を探していくのが絵の醍醐味じゃないんですか。絵の醍醐味って僕はそうだと思いますよ。ありとあらゆることをやりながら自分の理想に近い絵が描ける、これが一番楽しいところでしょ。その途中の段階でいや何も見ないで描く方法はってさ、絵を描く可能性のもう最初から 99% ぐらいを破棄して最後の 1% だけで楽しみたいと思ってるんですけど、どう思いますか。いや楽しくないっていうか面白くないっていうか、どう考えてもうまく描けないイコール楽しく描けないんですよ。人に褒められるの嬉しいけど、それは基本の中心にあるものじゃないでしょ。中心にあるものは自分が満足するってことでしょうが。その絵で AI になんかそのなんかワード入れて AI 入れてはい出てきました、おすげえ理想だすげえ気持ちいいでいい人は別に絵描く必要ないと思うんですよね俺。だってそれが 100% なんでしょあなたにとって。でもこれじゃないんだよなと思って気に入らないなと思って描くから楽しいんじゃないんですか。でそれを要するにうまく描くっていうのは自分が最大限絵を楽しむ方法なんですよ。ね。うまいって何かっていうと自分の理想に限りなく近づいていったっていうことなので、それが結果として他人の満足であったり、お金を他人が払いたいとなっていったところで、自然とじゃあそれを専業にしてやっていこうかっていう絵のプロになっていくのが絵描きなんじゃないですか。だから自分の満足を最大化させていったその先が、他人の満足とクロスしてそこが、マネタイズというかお金になっていくというのが基本だと思うんですが、どうなんですかね。だからうまく描こうっていうのはですね、自分の理想に忠実というか近づけるためにうまく描きたいんであって、もちろん他人から褒められるのもその補助的なというか、あるいはその参考になるっていう意味では、褒められるのも嬉しいよそりゃ。だけどさ、それ中心にしてどうすんだよって話ですよね。だから分かんないですけど、大体そういう質問する人なんか他人のことばっか気にしてませんかね。早く上手くなりたいとか、その何も見ないで描こうとするとか、なんかね他人の影がチラチラするんですよ。それ自分なりにそれ満足いきますっていうね、中心軸がね自分にないんですね。なんかそういう人の話を聞くとなんとなく分かるんですよ。そもそも他人に中心軸がある時点でやっぱ上手くならないんです。なんでかってやっぱ自分の理想の追求じゃないから。そして他人を中心軸に置いた瞬間にね絵が死ぬんだよね。やっぱ自分の描きたいものじゃないからね。